月明かりさえ眩しいねこんな日はああ気持ちの先がときめきの境界線からちょっとはみ出しそうそばにいるとだんだん気になる気のないふりしてるのかだんだん涙が心に隠しきれずにだんだん切なくだんだん寂しく好きなの音聞けたらいいのにねあゆのふるさといや大失敗や。そないに飲んどらんつもりやったけどな。申し訳ございません。私のためにこんな。いやいやトミーはんのせいやお前悪いのはわしの方や。あの程度飲んだぐらいでトミーはんにも迷惑かけてしもて。そんなめっそうもない。部長お許しください。何でもしますからせめて首だけはお許しを。まあまあまあほんまにトミーはんのせいやないっちゅうに。私たちが究極のメニュー作りでいつもお世話になっている京都の億万長者京極万太郎さんが入院しました。元はといえばトミー副部長が京極さんをお送りすると言い出したことから始まったんですが、お送りしましょう京極さん。いやかまへんかまへん。京都へ戻る前にちょっと挨拶に寄ったまでや。慣れた道中やさかいわざわざ送ってもらいでも。おそんなせっかく来られたのにね部長。そうですよ京極さん、ぜひ送らせてください。まあそれほど言わはるんなら。いやじゃあトミー君粗相のないようによろしく頼んだよ。お任せください。さ京極さん参りましょう。お気をつけて。まあトミーはんそないにせかさいでもまだ時間ありますよって。いやいやそんな何も問題何あの副部長のはしゃぎよう。決まってるでしょ。また京極さんを出しに一杯やるつもりよ。いやおもてなしするつもりがしっかりごちそうになってしまいまして。でもあと一軒だけお願いしますよ。いい店なんですよ。今度こそ私がおもてなししますから。この地下にあるんですよ。だから東京駅にもすぐ行けますからね。いいでしょね。いいでしょ。トミーはんにはかなんな。じゃあ行きましょう。愛しちゃったのよだだ。本当に申し訳ありません。いやほんまに気にせんといてや。それにしてもあのくらいで千鳥足になるなんてわしも年かの。しかしお怪我が思ったより軽いと伺って我々もほっとしましたよ。ほんまけど難儀なんは食べもんですわ。おと申しますと。いや病院の食事っちゅうやつがどうも口に合いまへんでな。まあそれもいいじゃないですか。早くおいしいものを食べたいという一心が回復を早めるということもあるんじゃないですか。えらいわ人事や思うてええ加減なこと。そや山岡はんわしが退院したらなんぞうまいもんをごちそうすると約束しとくんなあれ。それを楽しみにしとったらわしの治りも早うなるかもしれまへんで。山岡君僕からもお願いするよ。引き受けてくれ。少しでも京極さんにお詫びがしたいんだ。頼むこの通りだ。ああ分かりましたから頭上げてくださいよ。参ったなもう。それじゃあほんなら山岡はん。はいはいご馳走して差し上げましょう。それでこそ山岡はんやおおきに。山岡君ありがとう。で料理を何にします？そやな今目に浮かぶのは天ぷらや。それも鮎の天ぷらや。鮎の天ぷら？そや鮎天や。鮎天はええで。さっくりと骨まで歯が通って身はホロホロして甘く上品な苦さの腹渡のあの香ばしさ。鮎
鮎を天ぷらにするんですか？聞いただけで美味しそうですね。天ぷらの種の中ではやはり鮎が最高や。わかりました。京極さんのお気に召すような鮎の天ぷらをきっと作って差し上げますよ。お気に山岡藩ならきっと最高の鮎天を食べさせてくれるやろ。それ楽しみにしとったら治りが早うなること間違いなしや。鮎天が食べられるんも元はといえば富井藩のおかげや。感謝しますで。これが本当の怪我の巧妙だな、富井君。それでは京極さん、私たちはそろそろ。はい、どうぞ。貝原雄さん、また目障りな。何？いやいや、これは貝原先生、わざわざお越しくださるとは恐縮ですな。いや、とんだご災難でしたな、京極さん。しかし捻挫だけで済むとは不幸中の幸い。むしろいい休養になるじゃありませんか。今も私の悪運の強さを自慢しとったとこですわ。まあそれにしても早く元気になっていただかんとな。退院されたらお祝いに何かご馳走して差し上げましょう。いや、そのことやったら実は山岡藩がわしにご馳走してくれることになってましてな。四郎が京極さんに？私の注文で天ぷらをな。それも鮎の天ぷらですわ。この年まで鮎を散々食べ尽くしてくるとちょっといたずらして鮎天で食べとうなったりしましてな。なるほど。鮎の味を第一に考えると塩焼きだが、天ぷら種から考えると鮎は最高ですからな。天ぷら好きには応えられぬ美味でしょう。そうやろ。しかしそれほどの鮎の天ぷらを果たして四郎が作れるかどうか。なんだと？山岡君、京極さん、それでは私どもはこれで失礼させていただきます。いやいや、ほんまお見舞いいただいてありがとうございました。お大事に。ほんなら山岡藩、楽しみにしてますよって。鮎の天ぷらお任せください。おやおや、天ぷらの揚げ方もろくに分かっとらん上に鮎のことを知りもせん男が鮎の天ぷらか？何？恥の上塗りのそのまた上塗りだ。避けるな！天ぷらの揚げ方ぐらい十分に勉強してる。鮎だってどんな鮎がうまいか十分研究してる。最良の材料と最高の技術、それ以上何が必要だと言うんだ。よせ山岡。最良の材料、最高の技術、それ以上必要ない？どうやらまたもや大事なことが分かっていないようだな。ちょっと私のために親子喧嘩なんぞせんといてください。いや、そんなつもりはありませんよ。ただ私は京極さんが変なまずいものを食わされるのを黙って見るに忍びないんでね。食べてもみないうちからなぜまずいと決めつけるんだ。わかった。こうなったら仕方おまへん。お二方ともご馳走しとくんなあれ。私がどちらの鮎の天ぷらがうまいか判定させてもらいます。鮎の天ぷら勝負か。いいでしょう。こっちも承知した。その高慢ちきな花へし折ってやる。その高慢ちきな花へし折ってやるか。今のお前に果たしてそれができるかな。何？貝原雄山は何を根拠に山岡君より美味しい鮎の天ぷらを作れると主張しているんだろう。最良の鮎、最高の技術、それ以外に味を決める要素として何があるというんだ。翌日、山岡さんと私は鮎の調査のため築地の市場に出かけました。そうね、今年は友川の鮎も出来がいいけど、やはり長良川、保津川、紀の川あたりの鮎がいいかな。長良川、保津川、紀の川ですか。どうも。鮎って川によってそんなに味が変わるんですか？まあ鮎に必要な餌と環境が川によって違うからね。
次に私たちはある釣り雑誌の編集部を訪ねました。何、今年の鮎、そりゃなんたって狩野川ですよ。ああ、伊豆の狩野川、今年はそんなにいいんですか？いや、先日私は狩野川でバカ釣りしましてね、午前中だけでなんと9匹、それに引き換えこの人たちは。何言ってんですか支部長。午後からの私の釣果をなんで意図的に無視するんですか。すみません、釣りの話じゃなくて鮎の味の話なんですが。鮎の味は長良川から西がいいとか。何をおっしゃる。あなた関東の鮎をバカにする気ですか？関東の鮎は関西の鮎と違って頭がいいから釣るのが難しいんですよ。支部長、関西の鮎をコケにする気ですか？関西の川に行ったことがないでしょう。関東すべての川の鮎が固まったってかないません言うで。何？鮎は関東。何でも関西。関東。関西。関東や。皆さんちょっと。やれやれ、ここへ来たのはとんだ無駄足だったようだな。その週末、私たちは最良の鮎を手に入れるために長良川と紀野川、そして保津川を調査する旅に出かけました。山岡さん、なんだか元気なさそうですね。ああ、いや、調査するの長良川、保津川、紀野川だけにしてよかったんだろうかとちょっと考えてたんだ。他に心当たりのある川でも？いや、ただ鮎選びの方法としてはあまりにオーソドックスすぎるから、これであの自信たっぷりの雄山に勝てるのかなと思ってね。でも雄山にどんな秘策があるにしても、山岡さんとしては知りうる中で最良の鮎を選び、最高の技術を使って丁寧に調理する、それしかないんじゃないかしら。それが作り手の心の込め方なんじゃないかしら。そしてそれが京極さんを感動させるものを作ることになるんじゃないかしら。すいません、生意気って。いや、いいんだよ、その通りだよ。まったく栗田君の言う通りだな。鮎の味を確かめに来てジェットコースターに乗るとは思わなかったぜ。うわっ、そのうち流れが穏やかなところに出ますよ。そしたら食べられるから、それまでの辛抱です。いよいよですね。やれやれ、やっとありつけるな。山岡さん、大丈夫ですか？ちゃんと味見できます？ああ、平気だよ。どんな状態でも嗅覚と味覚だけは確かだよ。どうぞ。おいしい。香りも味も抜群だ。この腹渡の味の豊かなことったら。長良川や紀野川の鮎の味もなかなかだったが、最良を選ぶとしたらこの保津川の鮎がいいな。よし、鮎は決まったぞ。そしてとうとう雄山との勝負の日がやってきました。どうもようこそいらっしゃいました。東仁くん、皆様いらっしゃったわよ。ああ、来たか。この度は高名な遠山東仁先生のお宅で私ごときの全開祝いなどと大変恐縮でございます。いや、構わん構わん。あの親子が一つ屋根の下で一緒に飯を食えるのはわしのうちぐらいのもんじゃからの。お二人とももう来て準備しとるよ。それにあの二人の腕比べ、わしも興味津々なんじゃ。さあ、どうぞどうぞ。それでは四郎の方からあげてくれ。そちらから賞味させてもらおう。はい、それとは。
山岡藩の手さばきは見事なもんですな。四郎め、なかなかよく勉強してるわい。本当に山岡さんの料理の腕ってすごいのね。どうぞ。お、いい香りですな。ほんならいただきます。これは期待通りや。骨もサクサク、味はほろりと甘く、腹渡の苦みが豊かだ。実に香ばしい。天ぷらにすると鮎の香りが飛んでもったいないと思ったが、なかなかどうして。いい油を使ったね。ごま油です。天ぷら油じゃないの。天ぷら油では鮎の香りを殺してしまいます。といってもごま油でも普通のでは同じこと。良質の国産の白ごまを薪の火で丁寧に煎って、それを玉締め法で圧搾して取ったごま油を使いました。玉締め法？ええ、球形の鉄の圧搾機で木綿袋に入れた煎りごまをじわじわと潰して油を絞り出す方法です。150気圧ぐらいでゆっくり絞るので、ごまの表面が焦げずビタミンも殺しません。大量生産には向きませんが、味も質も最高のごま油が取れます。この方法で取ったごま油はごまの香りはするけど極めて軽く、鮎の香りをむしろ引き立てます。衣ももちろん無農薬の薄力粉、健康に飼育された鶏の卵、天然の湧き水を使って作ってあります。そして最後に肝心の鮎ですが、まず川幅が広く流れの急な川で育ったものがうまいわけですが、年によって水量や水質が微妙に変わります。一番決定的なのは餌となる石に生えた苔の生育具合です。それによって鮎の味も少しずつ変わってきます。もう一つ、天ぷらにするからにはあまり大きいと骨まで食べられないといって、小さすぎるものは味が悪い。体長10センチ前後が天ぷらには適当です。そんなわけで今年皮の状態が一番良かった保津川の体長10センチ前後の鮎を選びました。こんなうまい鮎の天ぷらは食べたことないわ。なんだか雄山の方を食べる前に勝負がついてしまったようじゃな。果たしてそうでしょうかな。では私のも食べていただこう。のうそうじゃな、雄山にもあげてもらおうか。どうぞ。わあ、これもいい香うんでは。お、これもうまいですな。山岡君のと甲乙つけがたい感じだな。四郎のと同じぐらいうまいな。まあこれは引き分けかな。なあ京極さん。お、京極さん。京極さん。どうしました？京極さん。なんちゅうもんを食わせてくれたんや。なんちゅうもんを。こんなうまいもんは食べたことない。いや、そやない。何十年か昔に食べた覚えがある。懐かしい味や。うまい。ほんまにうまい。山岡藩のとは比べ物にならん。はってわしには両者に差があるようには思えんがな。あえて言うなら香りが微妙に違う。でもそれは単に違うだけで、いい悪いの問題じゃないと思います。京極さん、それは四万十川の鮎ですよ。四万十川。あ、そうか。いや、わしの生まれ故郷の鮎やったんか。
わしは高知の土佐中村から四万十川沿いに登った村の出身や。もう何十年も帰っとらんけんど、貧しかった少年の頃、日本一の商人になる気に都会に行かせてくれと親を困らしとった。その頃よう四万十川に行っては鮎を釣って食べたもんや。今わしは成功したが、毎日醜い金のやり取りの生活や。けどあの頃は純粋やった。汚れとらんかった四万十川の水のようにな。この愛は純粋やった少年時代を思い起こさせる郷愁に満ちた味や。うまい、まっことうまい鮎や。分かったか四郎。お前は以前京極さんが四国の出身と知ってイワシの丸干しを出したことがあるはずだ。鮎の味は皮によって違う。それなら一体どこの鮎が京極さんに喜ばれるか分かりそうなもの。それを鮎に関する小賢しい知識に頼って忘れてしまった。最良の材料、最高の技術、他に何が必要なんだと抜かしおったなお前は。今度また大事なことを忘れてしまったのだ。慢心以外の何者でもない。料理は人の心を感動させて初めて芸術たりうる。だが今のお前はどんな料理を作ったところで材料自慢、腕自慢の低俗な見せびらかし料理で終わるだろう。そんなお前が究極のメニュー作りなどと笑わせるな。残念だわ。山岡さんも心を込めて一生懸命作ったのに、低俗な見せびらかし料理だなんて。その込め方をほんの少し間違えたんだ。だが結果としてその差は大きかった。いやいや、山岡藩のも十分うまかったですよ。すまんことでした。せっかくご馳走してもろたに。あ、いえいえ、京極さんが気になさることはありませんよ。まあ仕方なかったですな。山岡、元気出してくれよ。いつまでも落ち込んでるなんて君らしくないぞ。ああ、副部長、僕は別に落ち込んでなんかいませんよ。鮎の天ぷらを究極のメニューの中に入れようかどうしようか考えていたんです。僕は入れたい気がするんです。究極のメニューが材料自慢、腕自慢に陥らないよう、いつも反省するためのものとして。入れましょうよ。久しぶりに究極のメニューに一品加わるわ。賛成賛成。災い転じて福となし。我々東西新聞文化部はこうでなくちゃね。まあ副部長もたまにはいいこと言うんですね。たまにははないでしょう。たまにはは。美食クラブを辞めてハンバーガーショップを開きたいっていう人が山岡さんに相談に来ました。ところが出来上がったハンバーガーは期待に応える味にはならなかったの。
肉も野菜も最高のものを使ってるのに一体どうして？確かに素材には問題ないんだけどね。次回究極のアニメドラマ「おいしんぼ」ハンバーガーの要素。本当に美味しいハンバーガー期待してね。